アクロパパの AI 教室第7回へようこそ。前回は分解と委任、つまりタスクを小さく割って要件の4点セットで頼む話でした。レンは前回早速全部エージェントに丸投げしてみました。結構うまくいきましたよ。プリアは逆に不安が増しました。任せっぱなしで品質は誰が担保するんですか？いい疑問。今日のテーマはまさにそこ。分業と並列で品質と速度を両立させます。分業ってエージェントを何体か使うってことですか？そう、実装役のエージェントとレビュー役のエージェント、最低2体で回すのが基本です。レビュー役って別のコーディングエージェントにコードを検査させるんですか？はい、自分で書いた作文を自分で直しても誤字に気づかないでしょ。 AI も同じです。わかる。自分のプルリクは完璧に見えるのに他人が見ると穴だらけ。では実演します。実装エージェントにユーザー一覧を介す REST API を書いてと頼みました。返ってきたのは全件取得して JSON で返すだけの20行。動くけどシンプルすぎるコードです。動くなら別にいいんじゃないですか？レン君、ここでレビューエージェントに同じコードを渡します。指摘が3つ返りました。1つ目、ページングがないので10万件でメモリが溢れる。2つ目、認証チェックがない。3つ目、例外時にスタックトレースがそのまま返る。セキュリティ的にまずいと。3つも？動くから大丈夫だと思ったのに。それ、私が手でレビューするときに指摘するのとほぼ同じ内容ですね。で、この指摘を実装エージェントに戻すと3点すべて直したコードが数十秒で返ります。でもレビューエージェントが見落とすこともありますよね。あります。だからハーネスも併用する。型チェックやテストを先に通してからレビューに回すと精度が上がる。アクロパパ的にはこの往復こそがレビューゲートの基本形。人がやるより桁違いに速いです。次は並列化。エージェントを同時に何体も走らせれば速くなりそうですよね。やりたい。5体同時に走らせたら5倍速じゃないですか。ところが同じファイルを5体が同時に書き換えたらどうなる？コンフリクトしますね。Git のマージ地獄になる。そう。だから並列にしていいのは衝突しない単位。判断基準は触るファイルが重ならないかどうかです。具体的にはどういう分け方ですか？例えばフロントの CSS 修正とバックエンドの API 追加は触るファイルが違うので並列 OK。 逆に同じ DB スキーマに依存する2つの API 追加は直列にしないと定義が食い違います。つまり依存関係を先に洗い出せってことですね。その通り。前回やった分解の流度がここで効いてくる。小さく割るほど並列にできる面が増えます。5体並列で走らせたとしてどれが終わってどれが詰まってるか混乱しません？するよ。だから進捗台帳を作る。全タスクの状態をファイルに書き出しておくんです。進捗台帳ってただのテキストファイルですか？それで十分。タスク名、ステータス、担当エージェント、尾行を1行ずつ書いておく。なぜ外部化するかというと、コンテキストウィンドウは作業机の広さに限りがあるからです。エージェントが増えるほど机が足りなくなるのか。だからメモに書き出すんですね。まさにコンテキストエンジニアリングの一部として記憶の外部化は必須のテクニックです。人間の看板ボードと同じ発想ですね。安心しました。最後に実例。実はこの番組の台本制作自体がエージェント分業で回っています。この台本も AI が書いてるんですか？構成案を作るエージェント、台本を書くエージェント、整合性をチェックするレビューエージェントの3体構成です。レビューエージェントは具体的に何をチェックするんですか？用語が定義通りか、言った案が120字以内か、前回との重複がないか、ハーネスとしても機能します。じゃあ構成案と台本作成は並列にできないですよね。順番に依存するから。レン君、さっきの判断基準ちゃんと使えてるね。その通り、ここは直列です。レンが慎重になってる。成長してますね。進捗台帳でタスクを管理し、触るファイルが被らない単位で並列化する。これが本番の型です。今日のまとめ。実装とレビューは分ける。並列は衝突しない単位で。記憶は外に出す。この3つを持ち帰ってください。